レディング&リーズフェスティバルは、現在あるロック系の音楽フェスティバルの中でも最も歴史が長いフェスティバルです。このフェスティバルに出演するということは、世界中のミュージシャンたちにとって誇るべきことであり、観客の熱狂ぶりも他のライブを圧倒しています。ちなみに、日本の野外音楽フェスティバルのサマーソニックは、レディング&リーズフェスティバルをモデルにしていることで知られています。2015年には、日本のロックバンド、ベビーメタルがレディング&リーズフェスティバルのメインステージに出演し、レディングとリーズで、延べ約9万人を前にライブを行いました。メインステージのヘッドライナーをメタリカが務めたということでも、そのフェスティバルの権威性と規模が理解できると思います。そのレディングフェスティバルに、今から41年も前に、日本のアーティストが出演したことはご存知でしょうか。そのアーティストこそ今回ご紹介するロックグループ、バウワウです。80年代前半といえば、我が国においてはまだまだ歌謡曲全盛の時代であり、イギリスの権威あるフェスティバルに日本のアーティストが出演することなど誰も想像できないことだったのです。それではなぜ彼らはその偉業を達成することができたのでしょうか。そしてバウワウとはどのようなグループなのでしょうか。詳しく見ていきましょう。80年代前半のバウワウはイギリスで勃発したニューウェーブ・オブ・ブリティッシュヘビーメタルの波に呼応し、ハードロックにその音楽性を大きくシフトチェンジした時期でした。一時期の不遇なポップ路線から抜け出し、ラウドネスのデビューとともに日本のメタルシーンの礎を築いた頃です。そんな中でヘビーメタルの聖地へ果敢に向かい、レディング出演を実現させたのでした。出演時の映像は知る人ぞ知るあの深夜番組 11PM で放映され、もしかしたら視聴者の皆さんの中にもリアルタイムでご覧になった方もいらっしゃるかと思います。3日間にわたるフェスの2日目、そうそうたるラインナップの中、この日のトリはなんとアイアンメイデンでした。バウワウの出演時刻は正午で、オープニングアクト扱いでした。照明すらつかないステージを眺める観客は無反応で、アウェーの雰囲気が漂う中、彼らは新作「ワーニング・フロム・スターダスト」からの「ユア・マイン」をものすごい勢いで演奏し始めます。この動画のバックグラウンド映像からでもほとばしるエナジーは半端ではありません。ギタリストの山本恭二さんはこのライブのことを記憶が飛んだほどに高揚していたと話しています。ステージから彼らが放出するパワーによって次第に観客が引き込まれていく様子がわかります。ラストでは恭二さんが歌舞伎の獅子の頭をかぶったパフォーマンスで盛り上げ、彼らの挑戦は怒涛のまま終了したのです。引き上げるメンバーを待っていたのはオープニングアクトではありえないアンコールを求める歓声でした。日本からやってきた新参者の彼らは実力だけでそれをもぎ取ったのです。山本恭二さんは話します。日本の音楽評論家の人たちは昼間の2番目ってみんなビールを飲んで寝っ転がっていて誰も聞いちゃいないよって言っていて、確かに最初はみんな寝っ転がっていたんですが、だんだん人が立ち上がり始めてコール&レスポンスにも応えてきて、最後は5万人総立ちで楽器を全部片付けてもバウワウコールでした。だからレディングフェスティバルの主催者が僕らの楽屋まで来て、あの声を止めてくれないか、次のバンドができないって盛り上がったのはすごく嬉しかったですが、と思って僕がメンバーを代表して一人でステージに上がったら、ウォーって5万人が盛り上がっているんですよ。1対5万という鳥肌が立つような、一瞬信じられないような感じで、サンキューって言って帰ろうとしたら、また、わーって言うからもう一回マイクのところに戻って、イエーって言ってみたんです。イエー、イエー。それが YouTube に上がっている動画の最初の冒頭のシーンなんです。レディングフェスティバルのルールでは時間を超えた演奏は許されません。観客を収めるために恭二さんだけがステージに戻り、再度お礼を述べたのです。5万人の観客と最後のコール&レスポンスを行うシーンは胸を打ち、実に感動的です。それから5年後、今度はバウワウとして再度レディング出演を果たし、見事にイギリスでの地位を確立することになるのです。82年のこのレディングフェスティバル出演の偉業が恭二さんにさらなる海外進出の意欲をもたらしたのは想像に難くありません。翌年、彼らは再渡英しますが、帰国後もう一人のギタリスト斉藤光弘さんが
自身の音楽性を追求すべく脱退し、後に ARB に加入したのです。京二さんは、光弘が実は ARB というバンドに誘われている。そっちに行かしてもらえないかなって言ってきた時には、素直に、それは光弘が誰よりも考えて出した結論だろうから、僕はもう言うことはないからいいよ。頑張ってな。と言って送り出しました。本当にすごく短い時間で握手して別れました。京二さんの人間としての幅の広さがよくわかるエピソードです。これを機に京二さんは思い切った方向にバンドの舵を切ります。キーボード専任ボーカルを迎え、バンドを5人編成に変貌させたのです。さらにバンド名を英字でワウワウに改め、後のライブでは B 時代の楽曲を封印したのです。レディングフェスティバルでの成功を踏まえ、本格的に海外進出することに必要なことをイギリスで肌身で感じたからこその大英断だったのです。ボーカルはカルメン・マキアン・ドーズや RC サクセションのギタリスト春日博文さんによるロックバンドノイズに在籍した瞳元気さんです。実は管理人も当時大変注目していたボーカリストで、その声を一度聞いたら絶対に忘れることのできないインパクトがあります。当時のワウワウとは方向性があまりにも違っていたのでまさかと思いましたが、京二さんはよくぞこれほどの逸材に目をつけたと鳥肌が立った覚えがあります。そのボーカルスタイルは唯一無二のものです。京二さんは、まず日本人でこんな歌を歌えるやつがいたのかって、日本人では聞いたことのないスタイルと声と声域でしたね。さらにもうアドリブが完全に外国人って変な言い方ですけど、レッド・ツェッペリンやディープ・パープルのような一流バンドのシンガーと比べても何の引けも取らないアドリブでガンガン炸裂させていたんですよ。それに関しては100点以上、想像以上の凄さがありました。ただレコーディングしてみないとわからない人っているんですよ。逆にレコーディングではうまいのにライブでは全然ダメみたいな人もいっぱいいますからね。正直言ってどちらかに偏っている人が半分以上を占めているかもしれないと僕は思っちゃっているんですけども。で、すぐに彼のために僕が曲を作って V のバウワウの記念すべき初レコーディングをしたんですが、元気はそこでも抜群でした。レコーディングでマイクを通している声も素晴らしかったです。元気にしても面白いな、すごいバンドができそうだなと思ってくれたみたいでね。と当時を振り返ります。さらにキーボードにはプログレロックバンドのムーンダンサーで活躍していた渥美レイさんが加入しました。そして1984年、新生バウワウの第1弾ビート・オブ・メタル・モーションが届けられ、ほとんどの日本のハードロックファンは瞳元気さんの存在と実力をここで初めて知ることになるのです。そして音楽性も当時の日本のハードロックバンドがほとんどギタリストのみのメロディー構成、メロディー楽器構成だったのに対し、ディープパープルやレインボー、ホワイトスネークに由来するキーボードを効果的に活かしたよりメロディー重視のハードロックへと変化させたのです。実際にイギリスに受け入れられていたスタイルを何の未練もなく封印して新たに挑戦する山本京二さんの決意の表れに当時多くのファンが共感したことを覚えています。自作「サイクロン」では全編英語詞となり、東京外語大卒で語学に堪能な瞳元気さんのポテンシャルが十分に発揮されました。86年の3では英国人プロデューサートニー・プラットを起用。ドラマティックなアレンジと湿り気を帯びた叙情的メロディーが交差する圧倒的な緊張感を持つ日本のハードロックが完成したのです。この作品は彼らの代表作のみならず、この作品をジャパメタ史上最強の名盤に推すハードロックファンが実に多いのです。86年秋には渡英して本格的に活動拠点をイギリスに移しましたが、 B 時代からの盟友であるベースの佐野健二さんが脱退。後任には元ホワイトスネークのニール・マーレイが加入し、87年に再びレディングへの出演を成功させました。日本のファンはニール・マーレと腰を抜かしました。ワールドワイドなバンドになったなぁと実感したものです。88年には日本人としては異例の英国のミュージシャンズユニオンへの加入が許可され、イギリスでのライブツアーも敢行されました。京二さんはロンドンにいたのは約3年半です。その後ロンドンから荷物を
日本にじゃなくてそのまま LA に送って LA に半年いましたから4年間ほぼ海外でした。当時の LA メタルに代表されるようにロックの本場がイギリスから LA に移ってきていて、イギリスはクラブミュージックが盛んになってきていたので、早いうちに LA に行った方が良いんじゃないかって思ったんですよね。でもそのことでイギリス人のマネージャーとすごく喧嘩をすることになってしまったんですよね。向こうはやっぱり引き止めるわけですよ。せっかく3年かけてここまでやってきたのに。で、僕が一人でそのマネージャーをすみません、話があるんでとパブに呼び出して彼と話したんですが、すごく怒っていましたね。本当に顔真っ赤にして怒っていました。このようにイギリスでの活動を極めた彼らが次に巨大な全米マーケットを目指したのは必然とも言えましたが、 80s メタルのバブルははじけ 90s グランジの波が押し寄せる中で、ワウワウとてアメリカでの契約を見つけることは困難を極めました。しかしそんな状況でも名プロデューサーボブ・エズリンをプロデューサーに迎えたラストアルバム「マウンテントップ」をリリース。まさに栄光の奇跡の終着点にふさわしい、本物だけが持つ重厚な手応えのある作品です。従来のワウワウらしさに加えてアメリカ市場を意識したテイストが絶妙にブレンドされていますが、ファンの間ではその評価が分かれることになります。 LA に拠点を移したことに関して京二さんは、 LA では成功するとかレコードディールを得るとかそういう結果を得ることは正直できなかったですし、実際にそのあたりからは V のバウワウの解散劇につながっていくので、ある人から見ると LA に行ったことは失敗だったとみなすかもしれないです。でも個人で見るとボブ・エズリンというすごいプロデューサーと偶然知り合って素晴らしいアルバムを作ることができたので、良い経験ができたなと思っています。ボブ・エズリンはプロデュースの世界で5本指に入るくらいのプロ中のプロであり、ピンク・フロイドやキッスなど数多くのアーティストたちをプロデュースしているプロデューサーですからね。実際に彼らはアルバム発売後の武道館公演を経て目標を見失ったかのように解散。元気さんに至っては惜しまれながら音楽シーンからも退いてしまいます。日本と海外を股にかけた活動をやりきった思いと、あれだけの作品が報われなかった90年代のシーンへの絶望もあったのではないかと推察します。タイミングが全てだったのではと悔やまれてなりません。この後ワウワウの再結成や2009年2010年にその夜限りのワウワウ復活ライブを行いましたが、ワウワウが再びコンスタントに活動する願いはもう叶わないかもしれません。なぜなら結成当初からワウワウのボトムを支えたドラマーの新見俊弘さんが2023年5月27日死去されたからです。この情報は山本京二さんがツイッターで伝えたのです。6月1日に親族やバンド仲間で葬儀を執り行ったといいます。京二さんはワウワウのドラマーとして最高のドラミングパフォーマンスを披露し続けてくれた新見俊弘が癌のためこの世を去りました。10代の頃から苦楽を共にしてきた同志の死はとても辛いですが、彼の分まで頑張っていきます。長い間新見を応援してくださりどうもありがとうございましたと報告しました。謹んでご冥福をお祈りいたします。日本のロック史の中でも彼らは真の先駆者です。だからこそ今後海外進出やフェスに出演を果たすバンドが増えるたびに、これから先もワウワウが成し得た偉業の価値は高まり続けると思います。日本のハードロックが初めて海外で認められた瞬間を克明に記録したこの映像の持つ意味は大変大きいものがあります。海外への道しるべのない時代にロックの聖地への熱い思いを貫き、それを実現したワウワウと彼らを支えた関係者の皆様に心からの敬意を表し、このお話を終わります。この動画がなかなか良いと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきありがとうございました。